はいどうも、こんにちは、かいくんです。今日はですね、Figma の基本的な機能とか料金とか紹介していきます。これから Figma を使おうかなと思ってどういうことができるんだろうっていう方向けだったりとか、今 Photoshop とか、別のね、デザインツールを使っているんだけど、Figma っていうの最近なんか気になっていて、何ができるのかっていうのをね、把握したいとか、これから Figma 始めたいなと思っている方、そんな方向けに、Figma のね、何ができるのかっていうのを全体像、機能とか料金とか使い方の超基本的なところとか、それをね、動画で解説していこうかなと思ってます。僕自身はですね、UI デザイン自体は10年以上で、Figma 自体は6年ぐらい使っておりますので、そこそこ使えるかなっていう形の人が紹介する動画になってます。で、全体の目次としましては、まず Figma でできることをざっくり教えます。で、Figma のメリット、で、料金プラン、始め方、実際にログインをね、してアカウントを作っていくところ、そこをやっていきます。で、ホーム画面っていうのがあるんだけど、そこの使い方と、あとデザインのね、ファイルの画面、一番中心になるところですよね。そこの使い方と、実際に簡単なボタンを作ってみたりとか、あとは、結構特徴的なね、オートレイアウトとかコンポーネントっていう機能もあるんですけど、そこの詳しい使い方はね、別の動画で僕も動画を出しているので、そちらを見ていただきたいんですけども、簡単なね、こういうことができるよっていうところを全部紹介していきたいと思ってます。で、この動画ですね、Figma 2024年の6月、10月かなに、一新しました、画面が、UI が一新されたので、そこに対応するために撮る動画でもあります。なので、新しいね、UI になった動画とかってまだそんなに多くないと思うんですけど、2024年の後半から2025年にかけて使えるような動画を作っていきたいなと思って、これからね、撮って喋っていこうかなと思ってますので。で、あと、目次ね、めちゃくちゃ細かくつけておくので、全体感見たい方は、もちろん全体見てほしいんですけども、目次見てね、気になるところ、なんか知りたいところありましたら、そこにね、飛んでいけると思いますので、そちらで便利にね、使って、動画チェックしてみてください。それではやっていきましょう。はい、それではですね、まず Figma でできることなんですけども、もうかなりね、多いです。基本的に UI デザイン、これめちゃくちゃ得意です。で、Web デザイン、これも結構得意です。つまりですね、右側に書いてるんですけど、平面のデジタル空間上でのデザインなら、大体得意です。はい。で、あと簡単なバナー作成もできますし、スライド作れるプロトタイプっていうね、繊維をつないで、疑似的に動いているように見せるものも作れますし、あとはコラボレーション、ね、これ結構特徴的なところなんですけど、強いとか、あとはデザインシステムが作れたり管理ができるっていうのが結構 Figma の特徴かなと思ってます。他のツールと違うところかなと思ってます。で、例えばね、UI デザイン、これ僕作ったやつですけど、こんなこと全然余裕でできますし、Web デザインですね、これも僕が作ったものですね。僕、ボノってやつやってるんですけど、そうね、普通のサイトとかも全然作れます。あとバナーですね。とかスライドとか、これ僕が YouTube で使っているものなんですけども、あとプロトタイプですね。これちょっと動かないですけど、なんかサイトのね、この辺のボタンを押したら、そっちの画面に行くとか、そういうのも全然作れますし、あとこれ、公式のイメージですけど、コラボレーションでね、この矢印みたいな形で、他のアカウントを持ってる人が、矢印でどこを見てるとかっていうのを、コラボレーションできる機能があるんですよ。これ面白いんですよね、結構。はい。っていうものとか、あとデザインシステムですね。なんかボタンのね、種類とかを登録しておくことによって、一貫性のある、ウェブサイトだったりとか、ソフトウェア、UI の設計ができるんですけども、そういうものができます。なので、大体ですね、平面に関することであれば、かなり Figma 得意です。で、あと、結構軽いので、Photoshop とかってやっぱ、写真のね、加工がメインなので、いろんな機能ついてるので重かったりするんですけど、Figma っていうのはデジタル上の平面に特化してますので、かなりシンプルかつ軽いかなと思ってます。なので、こういう今ね、7つ並んでいるものとかは普通にできます。はい。なので、ぜひ使ってみてほしいなというところで紹介していきますね、どんどん。次、Figma のメリットなんですけども、いろいろあるんですけど、4つ挙げております。エンジニアリングがね、必要な UI とか Web サイト、Web デザインに結構特化しているっていう点と、あとブラウザベースで共有の利便性がものすごくあると。あと無料プランね、これね、すごいありがたいんですよ。充実してて、結構ね、無料で使えます、かなり。はい。あとコラボレーション機能がね、結構強いってところですかね。で、まず、エンジニアリングが必要な UI と Web に特化って話なんですけども、これ他のツールとやっぱ違うのが、これから紹介していきますけど、オートレイアウトとかコンポーネントとか結構ね、エンジニアリングっぽい機能でデザインデータを作れるんですよ。なのでさっき言った、デザインシステムってものがあったりするので、なんかボタンのね、ちょっと難しい話だと思うんですけど、ボタンの種類とかを登録してそれを使い回す。で、その大元のところを編集したら、全部の要素にそれが
反映される変更がっていうものとかの機能がかなり充実しているんですよね。だから別にそれ使わなくてもね、もちろんデザインできるんですけども、そう使うことによって、例えばこう統一感のあるボタンのサイズがね、結構大中小ってバランスが保たれているウェブサイトの設計ができるようになったりとか、あと口述しますけど、それによってこう他のメンバーとね、やり取りがやりやすくなったりとか、結構ね、こうウェブサイトとかソフトウェア UI デザインっていうのを簡単にかつ効率的に管理することができる機能がかなり充実しているので、そこが結構強み。なので、主には UI デザインとか Web デザインに使われることが多いかなと思いますし、僕もその用途でめちゃくちゃ使ってるし、おすすめかなと思ってます。で、次にブラウザベースで動くんですね、これ。他の Photoshop とかいられる Adobe さんのソフトって、アプリを落として使うみたいな感じじゃないですか。Figma の場合はですね、これもFigma のスライドを今映してはいるんですけど、実は、ブラウザベースで動きます。はい、これもブラウザなんですけども、こんな感じでね、ブラウザで表示することができるし、編集することもね、全然できるんですよ。はい。なので、共有がめっちゃ簡単なんですよ。リンクでペッて貼れば、なんか他のね、マーケターの人とか、同じデザイナーの人とかが、ファイルに直接アクセスすることができるので、そのこう共有とか会話、コメント、調整みたいなデザインの、めちゃくちゃやりやすい。そういう意味でもかなり強いですね。で、次に無料プランですね。後でプランの内容をね、今時点のご紹介しますけど、無料プランで基本的なもの全部使えます。作るだけだったら無料で全部いけます。はい。結構 Figma の大事な部分にしてるところが、他の方とコラボレーションするってところを結構 Figma のね、サービス自体のコンセプトにしていますので、そういうコラボレーションの時に結構お金がかかるような料金設計に基本的にはなってますので、一人でちょっと使う分には、ちょっとっていうか、結構普通に作れるんですけど、ウェブサイトとか UI とか、はい、には無料で始められます。気軽にね、なので始められるっていうのがかなりポイントかなと思います。あとコラボレーションですね、ブラウザベースと結構被るんですけど、さっきちょっと見せた矢印のやつとか、同じ空間でね、デザインファイルっていう同じ空間で、なんかコメントし合ったりとか、同時編集をしたりとか、そういうのがね、できるんですよ、Figma だと。なので、結構ここが結構強いポイントかなと思ってます。はい。で、導入ところで料金プランなんですけど、2024年のね、今11月なんですが、こんな料金プランになっております。これ公式のページからのスクリーンショットです。はい。基本的に無料で使えますけど、無料の制限としては、これもちょっと後で説明しますけど、1プロジェクトしか作れなくて、その中に3ファイルしか作れません。はい。つまり、ファイルが3つしか作れないんですね。そのファイルの中で結構膨大にね、いろんなこう整理ができるので、いろいろ作れるっちゃ作れるんですけど、管理がね、ちょっとしづらいっていうのが、無料の、プランの特徴になっております。はい。あと一応バージョン履歴もね、30日間しかないんですけど、ここはそこまで使わないかなとは思いますが、こういう無料プランの内容になってます。普通になんかこう、サイト1個作るとか、なんか UI1 個丸々作るとか、なんならなんかちょっと2個並列しちゃうけど作るみたいなやつとか全然ね、これでできるかなと思います。で、課金していくと何ができるかっていうと、これシートってちょっとね、慣れないと思うんですけど、僕もあんま慣れてないんですけど、これ要は他のメンバーが同時に編集できるっていう、権限みたいな、1シートにつき1800円みたいな、なんかそういう感じですね。その代わりプロジェクト数の制限とかは全くもってなくなるし、あとなんかライブラリっていうなんかね、その UI とか要素を登録して使い回せる機能があるんですけど、ファイルをまたいでもね、なんかそれが使えるようになったりとか、結構コラボレーションどんどんしていきたいなとか、どんどん管理していきたいなって方になってくると、どんどん課金していくっていうような料金設計になってます。なのでまずは無料で使えるのでね、無料でガンガン使ってほしいなと思ってます。はい、それではここからFigma をね、どういう風に使い始めるかっていうところの解説とか、その登録した後の画面の解説とかね、機能の解説どんどんしていきたいと思います。始め方ね、一応丁寧にご説明してみたいと思うんですけど、Google とかで Figma って検索すると、おそらく多分英語のサイトが一番上に来るかなと思いますが、今パッとなんか変わりましたね。日本語に多分一回登録してるとね、日本語で勝手にこう変えてくれるかなと思うんですけど、もしこうなんか発見できないよって方は、Figma なんか日本とか、なんかそういう感じで検索してもらえると、こう日本語のね、タイトルのページが多分出てくると思うので、このページで、ログインじゃなかった新規登録、無料で始めるっていうボタンを押していただいて、メールアドレスか、Google のアカウントありましたら、こちらで、登録をしていただければ、この後ですね、メールがその登録に書いたね、フォームに書いた
メールが届きますので、そちらから登録することができます。これ私のサブアカなんですけど、で、登録するとね、こんな感じになります。じゃあ、ここからホーム画面のね、これホーム画面って言うんですけど、解説をしていこうかなと思います。はい。こういうなんかクイックツアーの解説とかもあるので、お試しでやってみてもいいかなと思うんですけど、はい、まずホーム画面ですね、ざっくりこんな感じになってますっていうのをご説明しますね。この左のね、ナビゲーションっていうエリアと右側のこのね、コンテンツ、ファイルの部分っていうので結構分かれてるので、この2つでちょっとまずざっくり解説して、その後画面戻ってね、具体的に見ていくんですけど、まず左側で何ができるかっていうと、アカウントの管理の動線があったりとか、主にはね、今、表示したいファイルを選択したりとか管理するっていうのが左に、やってきております。はい。例えば、最近開いたファイルを表示できるようなナビゲーション、画面のこう動線があったりとか、あとこれチームですね。これちょっと慣れていかないといけないんですけど、Figma ってチームっていう単位で、いろんなファイルとか、プロジェクトっていうのを管理していくんですね。なので今いるチームがここに表示されている。これアカウントとは別なんですね。アカウントは自分なんだけど、これチームは自分がこう今開いてるファイルの大元みたいな感じですね。あとはこうプロジェクトっていう、なんかファイルに対するフォルダーみたいなね、感じのまとまりみたいな概念があったりとか、あと下書きがあったりするんですけども、こういうのは左に来るというところです。主にはさっき言ったように、どのファイルを今から開きますかっていう、ファイルの管理をどうしますかっていう、そういうものがここに並んでいるっていう感覚持ってもらえるといいかなと思います。で、右側が今選択しているこうものの中にあるファイルを表示しているっていう感じですね。ちょっと分かりづらいんだけど、今これスクリーンショットだとね、この最近表示したファイルっていうやつに青いのが当たってるんで、今これが開かれてるんですよ。最近ですね。だから、はい。最近が表示されてて、最近作ったよっていうファイルの中に、こういうものが入っているっていうような、なんかそういうものですね。で、新規作成したいときは、この辺にあるボタンをなんかクリックすると、新しいファイルが作成できるというものになってます。ちょっと見ていきましょうか。はい、こんな感じで、アカウントですね。まず、アカウントの左上にね、これ多分登録した時に名前書いてねってやつがここに表示されてると思います。これは自分のアカウントだと思ってください。アカウントの設定とかしたい時はここに来ればいいかなと思います。で、続きまして、チームですね。はい。チームっていうのはね、なかなか難しいんですけども、このチーム単位でこのファイルとか、このプロジェクトっていうのを管理していくんですね。はい。こちらにたくみ.kai. なんとかのチームってありますけど、このチームの中にある、プロジェクトっていうのが、これですよっていうものですね。なので、例えば、業務で言うと、そうだな、マーケティングチームとか、デザインチームとかわかんないけど、なんかそういう感じでこう分けることもできますし、そんなにでかくなければ、なんかこう、事業部別にチームを分けるとかね、なんかそういうこともできるかなと思います。そういうこう管理ができるっていうのがチームっていう部分ですね。本当に大元になるところですね。はい。で、次がね、このプロジェクトってやつですね。これ無料だと確か1個しかさっき作れないってあったので、1個しか作れないですね。はい。なので、あまり無料の方に関係ないんですけど、これなんか言ってしまえばフォルダーみたいな感じですね。この中にデザインのファイルを所属させることによって、こう管理ができるみたいな感じです。例えば、プロジェクトなんで、なんかわかんないですよ。なんか、じゃあ、新規 LP 作成プロジェクトとかっていう風に、こういうプロジェクト名を、この辺でこう編集できるんですけど、ここかな名前を変更。はい。ここで、じゃあ、なんか LPPJ みたいなプロジェクトみたいな感じでやると、編集ができて、ここになんかファイルをこう、入れることによって管理できると。LP プロジェクトのデザインのものはここに来ますよみたいな。そういうのができるのがプロジェクトっていう概念ですね。ちなみにプロジェクトに関してはね、この星付きってこのスターが付けられるんですね。このね、プロジェクトの画面の中にもこの右側にね、星のアイコンがあるんですけど、こう押していただくとここにね、持ってこれる、要はクイックアクセスができるようになります。っていうのがここのね、星付き、スターの欄になりますと。はい、そういうプロジェクトの管理もできます。これがスターのところですね。で次、ファイルをね、ちょっと見ていくんですけど、じゃあこのプロジェクトの中に、例えばファイルを作ると、こういう感じで、できるわけなんですよ。どういうふうにね、ファイルを作成するかっていうと、この右上の新規作成っていうところから、作ることができます。この種類についてはね、ちょっと後で説明していきたいと思うんですけど、あとはですね、最近のところからいくと、ちょっと動線がでかくなって表に出てまして、ここがさっき言う新規作成の中身がもう表に出てきたりとか
っていうちょっとね、そういう時もあります。なので、この辺をね、押していただくと、新しいファイルを作成することができます。例えば基本はデザインファイルを使うんですけど、こちらをね、クリックしてみると、はい、こんな感じで、デザインのね、画面に移行します。これファイルの中身を開いたというような状態になってますね。ここの解説はまたちょっと後でやりますので、一回戻ります。はい。で、さっき作ったものがね、名前書いてないんですけど、無題って感じで、これちょっと僕が別で作ったやつなんですけど、はい。できちゃってますね。で、この辺はですね、多分初期登録してるとね、最初からあるものかなと思うファイルですね。これ別に消してもいいし、なんかこういうことできるんだよっていうのがわかるファイルになっているかなと思います。で続きまして、ファイルの種類ですね。新規作成できるファイルの種類なんですけども、3つぐらいかな。あります。一般的なものが。デザインのファイルと、フィグジャムってやつと、あとスライドっていうのがありまして、この3つ、それぞれ特徴が違うファイルというか、ものになります。ざっくり説明しますけど、デザインしたいならデザインファイルです。要はバナー作るとか UI 作るとか、基本的なデザインファイルを多分めちゃくちゃ使うかなと思います。で、フィグジャムっていうのもね、結構大事で、僕結構使うんですけど、これ何かっていうと、ミロとかね、サービス使ったことある方は、ちょっとイメージしやすいと思うんですけど、デジタル上のボード、なんか付箋貼れたりとか、なんかアイディアみたいなの書けるんですけど、こんな感じでアイディアをなんかペタペタ発散したりとか、なんか整理できるようなモードのファイルを作ることもできます。これがフィグジャムっていうものになります。ここではデザインはできないんですけど、なんかミーティングのアイディアをいっぱい出したりとか、ここもね、同時編集できるんで、みんなでバーチャル上で付箋を貼ったりとか、そういうことができるのがフィグジャムになります。で、これが2024年から新しく出てきたんですけど、スライドっていうのがね、新しく追加されました。これね、多分後々ね、有料でしか使えなくなるんじゃないかなと思うんですけど、2025年の初めまではベータ期間で無料で使えるみたいですね。これ何かっていうと、スライドに特化した Figma みたいな感じでして、この後紹介する Figma のね、使い回せる機能とか、スタイルを登録できる機能とかを使いながらスライドをね、管理しながら作れるっていう機能になってます。はい。僕なんかもね、YouTube とかでスライドめっちゃ使うので、これ結構使ってるんですけども、はい。そういうのもあります。っていうような形でですね、これ、種類が大きく3つありますので、これ何なのかなと思ったらちょっと思い出してほしいなと思ってます。大体はね、このデザインファイルっていうのを使うかなと思ってます。で、これ作った後でホバーするとですね、この左上にアイコンがね、出ると思うんですよ。このね、赤いスライドのやつとか、デザインのね、青いやつとか、これで結構ね、どのファイルかこれはっていうのがホバーするとね、わかるようになったりしてます。でも作っていくとね、なんかこういう作った内容をね、勝手にスクリーンでね、保存してくれるので、それでわかるかなと思うんですけども、一応ね、知っておくといいかなと思ってます。はい。デザインは青だとね、このキャップの同じ色なんですけど、青だと思っていただけるといいかなと思います。っていうのが、このホーム画面、チームのトップ画面といいますか、の説明になります。ここでファイル作ったりとか管理したりするっていう、そういう画面になってました。じゃあ、ここからね、一番大事なデザインファイルの説明に移っていきたいと思います。はい、デザインファイルを開くとですね、おそらくこういう見た目のものが、ね、出てくるかなと思います。何もね、デザインしたら何もないんですけども、じゃあここのね、まず、この左とね、下と右っていう風にね、大きく分かれているので、ここをまずざっくり解説して、その後にちょっとボタンをね、簡単に作ってみるので、それを通してね、どういうことがどの辺でいじれるのかっていうのをちょっと理解していけたらなと思ってます。はい、ちょっとちっちゃいかもしれないんですけど、さっき開いたね、デザインファイル、ざっくりこのね、4つ、大きく分けるとさっきの3つですね、左と右と下に分かれてますと。で、まず左から行きましょう。まずナビゲーションっていうのがありまして、上の方ですね、これ右、左どっちのパネルもそうなんですけど、上の方はナビゲーションって言って、なんか元のページに戻るためのものの動線とか、あとファイル名を変更したりとか、設定を変更したりとか、なんかそういうものが大体あるっていうのがこのナビゲーションのエリアですね。はい。で、左と右に一応ありますと。はい。で、次にファイルの中身がわかる部分。これ結構左のパネルの一番大事な役割になってきます。今自分が作っていってるデザインがね、増えていったら、それがここに一覧でバーっと表示されるという要素がね、っていうものになってますと。はい。ここも解説していきます。
で、次、ツールですね。ここ結構大事で、要はここのツールを切り替えて、なんかこうテキストを置いたりとかしていくっていうようなものになってます。4つ目、プロパティですね。右側プロパティになってて、プロパティって何ぞやっていうね、感じなんですけど、これはね、選択、こう、なんかじゃあテキストこう置くじゃないですか。で、こう選択するとですね、こうテキストに即した中身、詳細ですね、つまり。詳細が表示されるようになってます、Figma っていうのは。要は、自分が編集したいものの中身の詳細、知りたかったらここを見ればいいかなと。そういう感じになってますね。で、右側のパネルのね、ナビゲーションはこうシェアができたりとか、あと、プロトタイプのこう表示ができたりとかね、そういう機能がありますので、この辺もちょっと機能解説と一緒に見ていこうかなと思ってます。はい。で、まず左パネルからね、見ていきましょう。ホームに戻る動線と、あとファイル名の編集とかができますと。はい、じゃあ見てみると、この左上ですね。はい、この左上に Figma のアイコンがありまして、これ開くとね、どうやって戻ったらいいんだって思う人もいるかもしれないですけど、この Figma のアイコンも押すと一番上にファイルに戻るっていうね、動線がありまして、これを押すとさっきの画面に戻りますと。で、もう一回戻るんですけど。だから無題っていうのをね、ダブルクリックかなしてもらえると、無題の、これファイル名です、これ。編集できます。ファイル名を編集みたいな感じで、はい、できますと。っていうようなものですね。で、この右上のね、これを押すとですね、こんな感じになっちゃいます。これ結構ね、最初押しちゃうと、どっか行ったみたいな感じになると思うんで、焦ると思うんですけど、表示の切り替えとかで覚えておくといいかな。はい。なんかこんな感じでね、切り替えることができるので、はい。一応覚えておくといいかなと思います。なんか、消えちゃったと思ったら、なんか左上のこの辺を押してもらえれば元に戻るよっていうものですね。これはまず左のナビゲーションになりますと。で次、ここがパネル左のね、中身なんですけど、ページとレイヤーについて、お伝えしていきます。じゃあまず、ページからいこうかな。まず、ページ1ってね、今これついてると思います。ここもダブルクリックすると名前変えられるんだけど、ページ1って何なのかっていうと、このファイルの中にも、なんかこう、ページ1、ページ2、ページ3みたいな感じで、こう、別のね、なんか世界をこう、映ることができるし、管理することができるんですよ。ちょっとわかんないんでやってみますね。例えば、テキストで、ページ1だよっていうのをちょっと置くじゃないですか。テキストの使い方ね、また後でやりますけど、はい、ページ1って置くと。ね。今、ページ1にいますよね。で、ここ、右上のこのプラスボタンをね、押すとね、ページを追加できるんですよ。これページ2に行ったんですね、今ね。これページ2がね、ハイライトされてるんで、今、ページ2が表示されてるんですけど、さっきのね、テキストどっか行ったんですよ。で、ページ1に戻ると、ページ1っていうのが現れるんですよね。同じように、ページ2にはページ2とか、はい、感じで、なんかどんどんね、概念を増やしていくことができる。これによって、ファイルの中にも、なんか別の概念のものを整理することができる箱を用意することができるみたいな。それが、Figma のファイルの中のページという機能になります。例えばだけど、一番上になんか決定版みたいな、なんかフィックス版みたいなやつを置いたりとか、わかんないけど、ここにラフ1とか、なんか2024年11月ペケペケみたいなのを置いたりとかして、バージョン管理してもいいし、なんかここに、画像素材みたいなね、とこを置いて、ここはなんかもう画像の素材集にするとか、そういうのでも何でもいいので、自由にね、ここは自分でどういう切り分けをするかっていうのが管理することができます。これがあればね、結構無料でもいろんなものをここに格納することができちゃうんですよ。ちょっと重たくなったりすることあるんですけどね。はい。っていうのがページの機能です。で、ここのね、ボーダーのつまみをね、やると、ページをね、スクロールにして、ちょっと表示エリアを広げたりとか、狭くしたりとかできますので、増えてもね、そんなに問題はなかったりしますと。はい。これがページです。ここもね、ダブルクリックすると名前を変えることができます。はい。で次、レイヤーについてですね。これ他のデザインツールね、使ってる方慣れてるかなと思うんですけど、例えば、なんかこういうね、なんかちょっとスマホじゃないけど、スマホっぽいものをイメージして、ボタンっぽいものじゃちょっと作りますけど、赤色じゃない方がいいかな。なんか青色とかにしますか。はい。はい、こういうね、ドラえもんみたいなボタンをね、置いたとしましょう。ね。レイヤーどうなってるかっていうと、これでフレーム1っていうね、これフレームっていう箱があるんですけど、これね、フレーム。これはフレーム1なんですよ。で、これ青くなってるのが今選択している。このね、青く光ってるでしょ。これ選択しているものっていう感じなんですね。で、このフレーム1の中にフレーム2っていうのが入ってるみたいな
ものになってるんですよ。要は階層なんですよ、レイヤーっていうのは。この中に所属してますよみたいな。で、このオブジェクトの名前もダブルクリックとかでこう変えられるんで、これじゃあドラえもんボタンとかにするじゃないですか。はい。それとこんな感じで階層構造をこう表示することができると。つまり今表示しているね、パッと見これ平面なんで、これで一つの一枚絵かもしれませんけど、この白いフレームの中にこのボタンが入ってるみたいなのをこう表示してくれるっていうのがレイヤーになってます。はい。なのでここの部分どういう詳細になってんの、どういう構成なの、どういう階層なのと思ったらこう左のレイヤーを見てもらえればいいかなと思います。とか、この箱の中にこれ入ってんのかなとかなったら、ここを確認してもらえるといいかなというところですね。なので、ページ3は今入ってないんで、この箱を動かしてもね、何もならないんですけど、じゃあこのページ3もね、ヒュッてこれ入んないか。ペッペッペッってね、フレーム1の中に入りましたね。ページ3か。はい、このね、テキスト。そうすると、この箱ごとこうやってね、持っていくことができたりとか。はい、箱の中に入ったらちょっと見えなくなっちゃってたりとかね。箱の外に出せないね。はい、出すとこんな感じで、また別のレイヤーのね、ものになったりとか。はい。そういうのが確認できるのがレイヤーの部分になってます。これ結構慣れが必要だと思いますけど、初心者の方は。はい。ここで構成をね、確認できるというような感じになってます。これがレイヤーです。はい、続きまして、ツール入っていきたいと思います。これね、覚えるっていうよりかは全体的に、使って慣れていくっていうのがいいので、マスターしたい方は、一旦こういう概念があるんだなっていうのを、分かっていただいて、いろいろ作る中でね、使っていくことによって、だんだん慣れていって覚えるようになってくるので、はい、暗記するっていうよりかどんどん使っていく。その使うために全体像わかんないと、やりづらいんで、ちょっとこういう動画で、知っていただけるといいかなと。そういうふうに思ってもらえると、これからね、マスターしたい方はいいかなと思います。というわけで、ツールね、いっぱいあるんですけど、やっていきましょう。じゃまず、移動ツールですね。はい、これについてやっていきます。この一番左のね、この矢印みたいなやつです。で、画面に、ね、行くとね、この下の方にね、ツールっていうね、この枠のボックスがあるんですよ。はい。で、この一番左のね、今これ青くなってるんで選択されている。これが移動ツールになってます。このね、三角形のこのマウスポイントが三角形の矢印になってるやつですね。これ、標準の、モードになってるものですと。この状態だと、クリックして選択することができたりとか、クリックしながら動かすことによってマウスとかトラックパッドをこうやって移動させることができます。これが移動ツールになってます。これかなり基本的なモードなので、覚えておくといいと思いますね、使うときは。ここのね、左側にですね、見えないか。V とか H とか K とか書いてるんですけども、ここがショートカットキーになってますので、ちょっとパソコン慣れない人はなかなか難しいと思うんですけど、ショートカットでね、覚えておくといいと思います。とにかくまず V をめっちゃ押します。だから Figma 使ってると。テキストとかになるとね、またテキストのモードになるので、このテキストのモードだと選択とかできるんですよ、移動とか。なんでテキスト打ち終わった後とかや、移動ツールにね、ごめんなさい、終わった後とかって移動ツールに勝手に戻ったりとかしてくれてるんですけど、Figma が。そうならない時とかも結構 V を押すので、はい、そういう移動ツールですね。で、この移動ツールの中にもう2つツールが隠れてまして、このね、トグルっつって矢印があるところを押せるんですけど、まず手のひらツールっていうのがあるので、これも紹介します。これはこういう風に手のひらになって、これ押しながらですね、マウスを動かしたりとか、トラックパッドを動かすとですね、この今表示している範囲をずらしたりとかすることができるものになってます。見えてる範囲以外にもですね、置ける場所があるので Figma はこうやってグイッてずらしてもらうと横に行けたりとかしますね。これトラックパッドとか持ってる人はね、これ手のひらツール使ってないんだけど、こういう風に動かすことができるので、いらないツールの人も結構多いかなと思いますけど、困った時にね、手のひらツール使っていただけるといいかなと思います。で次、拡大縮小のツールですね。これ同じ比率で拡大縮小ができるツールなんですよ。これ矢印がね、ちょっと二重になってるでしょ。この状態が拡大縮小ツールになっている状態なんですけど、この状態でクリックしながら引っ張るとですね、同じ比率でこうやって拡大縮小してくれるんですよね。はい。あんまり UI とかでも使うことはないかもしれないんですけど、割と画像とか使ってると使うことがありますと。で、この右側のね、パネル、プロパティもね、紹介していきますけど、ここでも絶対値の数字とか、倍率で、どれぐらい拡大したいかとか、縮小したいかっていうのを選ぶことができます。例えば、ここ 10x って10倍のサイズにボーンって
やったりとかすることもできたりとかするのが拡大縮小ツールです。はい。で、続きましてですね、このフレームのところにやっていきましょう。フレームとかセクションのツールですね。こちら紹介していきます。フレームツールはですね、F を押していただくと切り替えることができます。はい。こんな感じでね。はい。で、こう十字のアイコンになりますね。で、この状態で、クリックしながらピーって伸ばしていただくと、こういうふうに範囲を選択というか、作ることができて、この範囲内でマウスを外していただくと、フレームっていうものが、箱ですね、グループみたいなものが使えます。Figma だとですね、グループ機能っていうのもあるんだけど、フレームっていう概念を使って、どんどんグループ化していくのが、めちゃくちゃ基本です。もうフレームいっぱい使います。例えば、じゃあスマートフォンのね、画面のサイズでデザインしたいなって時とかも、このフレームでまず、本当こういうね、範囲を作って、この中にじゃあスマホのデザインをしていくみたいな感じになるんですよ。要はなんかキャンバスみたいな感じの概念と近いし、それ以外にもこういうボタンとかのね、グループをまとめるときにもフレームっていうのを使うものになってます。結構ね、最初慣れるまでちょっとよくわかんないかもしれないですけど、とにかく作る範囲を指定するのとグループにするっていうものを全部フレームでやるよっていうのを覚えていただけるといいかなと思います。めちゃくちゃ使うツールになってますね。でちなみにフレームツールになった状態で、この右側を見ていただくとですね、よくあるスマートフォンのサイズとか、例えばデスクトップ、パソコンのサイズとかっていうのが用意されてます。例えば、SNS のカバー写真とかね。じゃあスマホで iPhone のサイズ、じゃあ14、15ぐらいかな、13、14ですね。とかでやろうかなと思ってこれクリックすると、はい、もう公式の iPhone13、iPhone14 のサイズのフレームが生成されます。はい、こういうふうにもうデジタルに特化してるんで、こういうものが用意されてますので、いちいち調べることなく、同じ正しい比率で画面を作ることができたりするのもフレーム機能としてあったりします。で次にね、ちょっといろいろやるんですけど、セクション機能ですね。はい。これちょっとね、便利なんですけど、こういうふうになんかいろいろ作っていくと、なんかいろいろパラパラね、増えていくんですよ。デザインデータの中に。で、慣れてるといいかもしれないけども、数が多くなるとさ、もうなんかどれが古いやつで、どれが新しいやつとかが分からなくなるじゃないですか。そういう時にこのね、フレームツールっていうのはこのね、セクション機能っていうのがフレームツールの中に隠れてまして、これをね、押していただくと、こういう感じでピーってまた範囲が選択できて、フレームとは別にですね、エリアを指定することができるツールなんですね。なんでこのファイルの中にまたエリアを指定することができて、そのエリアの中にまたこういう箱をね用意することができるというツールになっています。で、これフレームと違うのが、デザインしてる中で別に干渉しないんですね、このセクションは。で、ここもなんか塗りとか変えられて、こんな感じで何が、これはじゃあバージョン1みたいな。でこっちはバージョン2みたいな感じで管理することができるっていうものになってます。これも私使い方の動画を上げてますので、はい、ちょっと見てもらえるといいかなと思います。はい、続きまして図形系のツールですね。はい、この量が多いので結構大事なもの、よく使いそうなものだけ、紹介していこうかなと思います。もう続けてペンツールもね、ガツッといこうかなと思ってます。はい、続きましてですね、このじゃあ四角形ツールですね、この辺ね、ぶっちゃけあんまり Figma 慣れてくると使わないですので、一応説明しておきますね。長方形ツールの今これ選択した状態だと、その名の通り長方形のね、オブジェクトを置くことができますよっていうものになってます。で、これ長方形で何もしないとなんか自由にウィーンってできるんですけど、これをシフトをしながらですね、シフト、範囲を指定すると正方形がね作れます。正方形の比率でしか逆に作れなくなっちゃうんですけどっていうのもできますので、シフトを押すとこういう風にできるよっていうのも覚えておくといいかなと思います。これが四角形ツールです。で、次ラインツールもねよく使うかな。この直線ってやつ L ですね。もうこれもねピーって直線をこうやって生成することができるものになってます。で、普通だとこんな感じでね、なんかいろんな角度の線を引けるんですけど、シフトを押すことによって、こういう直角と45度のものしか引けなくなるので、基本的にはシフトをしながらこうやってビーって引っ張ることが多いかなっていうツール、こういう風にやるとこういう線をね呼び出すこともできます。
その辺ですかね。他も使うことできるんで、いろんなね、こう矢印とか便利な機能があるので、もしよかったらちょっとこの辺覗いてみてください。で、続きまして、ペンツールっていうのは割と真ん中目にあるんだけど、これもそんなに使わないかな。はい。このペンにするとですね、いられとか触ったことある方はご存知こうパスをね、こう引けます。こうやって。なので、結構複雑な図形を作ることも Figma 上で一応可能ですね。こういうふうに楕円を、なんか消えちゃった。楕円をね、こうウィーンってなんかこうやったりとかして、こういう複雑なこう図形を作ることもできますと。このフレームの中に入ってるんだ。はい、こんな感じでね。なので、簡単なロゴ作ったりとか、全然イラスト描くことも不可能ではないですけど、あんまりやらないかな。いられとかの方が、なんかこう便利な、プラスアルファの機能がいっぱいあると思うんで、あんまやらないんですけど、Figma 自体がベクターデータでできてますので、こういうことも一応できるよっていうものですね。で、鉛筆ツールはですね、その名の通りもうなんかこうやってドラッグしながらですね、こうやってもう、なんか落書き帳みたいな感じで書けるツールになってます。これもあんまり使わないですけど、なんかこうね、ミーティングとかしてるときに、ここの UI がとかやるときはもしかしたらあるかもしれません。ただこれデータとして残っちゃうので、ちょっと使い勝手としては微妙なので、知っておくとどっかで使えるかもなぐらいですかね。はい、でも最後までいくんですけど、テキストツールとコメントと、あとアクションっていうものがあるので、これら紹介してツールのところは終わりたいと思います。はい、でテキストツールですね、こう T って書いてるところ、これめっちゃ使いますね。ショートカット T を押せばね、これすぐに切り替えることができるんですけど、この状態でクリックしていただければ、こうやって、ね、文字が打てるようになります。はい、ちょっとちっちゃいんで拡大しましたが。で、ここもね、プロパティで紹介していきますけど、右側にタイポグラフィーってとこがあるので、ここでサイズをね、こうやってでかくしたりとか、あとは赤さたな、浜やらはみたいな感じで、開業のラインハイトっていうんですけど、そういうのもこう行間っていうところで変えることができます。ちょっと僕ね、値が入りましたが、パーセントを指定することももちろんできたりするので、ただ文字と文字の間もこうやってね、広げることができるので、一応ショートカットが使うとカーリングもできなくはないですとか、こういうねフォントの、太さを選んだりとか、そういうこともできます。これはテキストツールですね。めちゃくちゃ使うと思います。で、次はコメント機能ですね。ショートカット C ですね。これもね、コラボレーションとかするときにめっちゃ使うんですけど、例えばこれ何かというと、こういう風にね、エリアを選択してコメントを残すことができます。ドラえもんやんみたいな感じで残すとですね、カイ君ってやつがここに対してコメント残したみたいなやつができるんですよ。で、ここでね、Figma のアプリが実はあるんですけど、こういう風に通知が来るみたいですね。はい。みたいなこともできると。で、ここに返信することもできると。そうだよ、みたいな。で、これ他の人もね、コメント返信することできます。はい。そういう機能です。で、もうちょっと言うと、これ範囲をね、このドラえもんボタンのところに選択してやったんだけど、この状態でこのファイルを動かしてもね、こうついてってくれるんですね。こんな感じで。はい。っていう風になっているので、なんかコメントがやりやすいという Figma の特徴的な機能の一つでもあります。はい。自分のメモとかコラボレーションの時のなんかコメントフィードバックとか、はい、そういうので使える機能になってます。で、最後はアクションの機能なんだけど、いろいろこの中にいろいろできることありますよ、入ってますよっていうものになってますと。基本的になんか検索して、機能どこかなっていうのを探すような場所になっているかなと思います。はい。以上がツールになります。ちょっと時間かけすぎましたかね。次、右パネルいきます。右パネルのナビゲーションです。プレビューと、共有と紹介していきたいと思います。まず、プレビューですね。これ矢印みたいなものを押すとですね、プレビューを表示することができます。はい、こんな感じで作ったデザインを、例えばスマートフォンであればスマートフォンで見たりとか、ウェブサイトであればウェブサイト、こんな感じでブラウザでね、表示することによって、そういうユーザーさんに近い形で自分のデザインをチェックすることができるモードです。例えばこのドラえもんを押したら、ちょっと適当ですけど、こういう画面にね、映るとするじゃないですか。こういうのも設定できるんですよ。プロトタイプっていうものを使うとこうやってね。これを押すとこっちに戻るみたいな。で、これをさっきのプレビューで押すと、こういう風にね、移動することができるんですけど、こういうつけたプロトタイプの遷移っていうのを確認できるのがプレビューモードになってます。
で、2024年からですね、プレビューのショートカットっていうものが出てきました。シフトをしながらスペースを押すことによって、プレビューの画面をね、別で開かなくても、このデザインデータ上で、この小窓をね、表示して、その中でこうやって確認することもできるという、プレビューのショートカットみたいなものも出てきましたね。はい、こういう機能もあります。という形でですね、こう、プロトタイプの確認も容易にできるっていうのが Figma です。で、最後、右側ですね、プロパティ説明していきます。プロパティはね、結構慣れなんですけど、Figma はですね、こう選択したオブジェクトに対して最適な、必要な、ね、情報が右側に出るようになってます。これ、フレームっていうね、グループ、箱を選択してるから、これの位置はどことかね、はい、こう移動できたりとか、サイズは横が240、W が横ですね。縦のハイトがいくつみたいな感じで、ここで数値をこういじることによってこう長くしたりとか、短くしたりとかできる。そういうこう編集したいものの詳細が表示されるのが右側のプロパティになってます。例えばテキストをね、選択するとテキスト用のタイポグラフィーっていうものが表示されますと。これはフレームだけの時はタイポグラフィーっていうものをいじる必要ないので、表示されてません。はい。っていうのがプロパティになってます。で、何もね、設定してないときに、このバリアブルとかスタイルとかっていうものを設定できるものが出てきますので、これもちょっと結構詳しい高度な機能なんですけども、覚えておくといいかもしれません。これがプロパティになります。はい、ちょっと長かったですけど、これは全体像ですね、機能の、ものになりますと。ちょっとね、覚えるっていうよりかやっぱ使いながら、これがあれなのねっていう風にやっていった方がいいと思うので、一応この動画でもね、簡単にちょっとボタンをね、作っていってみようかなと思います。はい、それではね、実際に、Figma をいじってみようっていうところで簡単なボタンを作っていきたいなと思うんですけど、はい、こういうものをね、作っていこうかなと思ってます。実際に作ってみてもらってもいいですし、これ見てもらって作る様子を、さっき言ったことが、こここうなってんのかって関係性をね、ちょっとイメージしてもらえるといいかなと思うんですけど、じゃあまず作っていきますね。まずこのキャンバスのサイズ指定していきます。はい、何をやっていくかっていうと、フレーム機能でしたね。なので、ここにあるものをポチッと押していただいてもいいし、F を押していただくとフレームに切り替わりますと。で、これ今 iPhone 16 Pro で僕作ってるのを持ってきたんで、iPhone 16 Pro、これをね、押していただくとこういうふうに iPhone 16 Pro のサイズ、全く一緒ですね。呼び出すことができます。で、この中にですね、じゃあこのボタン作っていくんですけど、普通にあとね、これコピペでペってやればいいんですけど、それだったら意味がないので、じゃあまずテキストから置いていきましょうか。じゃあテキスト、違いますね。はい。テキストツール。T を押すとね、テキストツールに切り替えられるので、切り替えて押したんですけど、ここでボタンテキストっていう風に置いていただくと、こんな感じになると。はい。で、サイズが、これ12、フォントの名前がインターボールドなんで、一緒ですかね。はい。じゃあこれで OK ですと。で、じゃあこのボタンのね、じゃあこの緑の部分どうやってやるかっていうと、2つやり方があって、なんか四角形ツールをね、こうやって置いていただいて、そこにこうボタンをね、こう、って置いていただくってやり方もあるんですけど、あんまりですね、Figma だとやりませんので、フレームっていう機能でね、こう箱を作って、その中に入れていきたいと思います。今、フレームの中にボタンテキストが入りました。はい、こちら見ていただけると、このボタンテキストがフレームの中に入りました。これなんでかっていう理由は、ちょっと難しくなるのであまり説明はしないんですけど、フレーム状態の方がいろんな機能がね、Figma だと使いやすいので、UI とか作るときに便利なんですよ。なので、フレームで、こういう箱、作るものってのを作っていきます。で、このフレームですね、今透明なんでよくわからないんですけど、この右側のプロパティに塗りっていうものがあります。英語だとフィルですね。これを押していただくと、要は背景の色、そのフレームの中の背景の色を設定できるので、これをじゃあ、緑色にしていきます。でここら辺をなんか適当にこう、緑のこうやっていじってもいいですし、もうこれ元の色があるので、ここにスポイトツールがね、ありますので、これを押していただくと、こういうふうにビーって、はい、色をこう吸収することができるので、はい、これで同じ色になりましたというふうにできますと。で、じゃあボタンの色は、黒じゃなくて白なんで、このボタンを選択して塗りを白にしていって、あとサイズですかね。サイズいくつなんですか？はい。じゃあサイズが48なんで、じゃあ48いじっていきましょうか。ピーッとやっ
て、やるとこうやってね、赤い線でね、こう今一緒ですよみたいなので、これ使ってるとピタってこう勝手にフォーカスが当たります。で、このテキストの真ん中に置きたいんですけど、こう動かしていくとこう赤い線がね、出ていくの分かりますかね。はい、こんな感じで真ん中だよとかっていうのをこうやってくれるんで、これでまあ大体配置することができますと。で、角丸のところもですね、こう外見ってところに角の半径っていうのがあるんで、これを8ピクセルぐらいですね、やってもらえれば、まあ大体同じですね。あとは横幅が違うんで、これもシフトとコマンドをしながらこう動かすことによってこう左右をこう均等に動かすことができるので、これでピッと、はい、やることによってまあ同じようなボタンを作ることができましたというものになってます。はい。ちょっとね、こんな感じで Figma いじっていくことができます。僕は慣れてるんでガンガンショートカットとか使ってますけど、こういう風に作ることもできます。で、後から紹介するですね、ボタンとかはオートレイアウトっていう機能を実は使うので、さっきみたいな作り方は実際しないんですけど、イメージですね、こういう風にFigma 使っていくんだなっていうのを今お見せしたところになりますと。はい。で、この後プロトタイプつけたかったらプロトタイプ機能の方にチェンジしていただいて、このボタンを押したらこっちに行くみたいな。ピーってね、こうやることができたりとか、そういうのが Figma になってます。はい、ここからはですね、Figma の特徴的な機能を、紹介していきます。この8つになりますと。はい。で、一つ一つはね、詳しく使い方は紹介できません。どういうことができるかだけ紹介していきます。はい、それではまずね、オートレイアウトからね、いきましょうか。はい、オートレイアウトですね、Web のコーディングで言うと、Flexbox の考え方をデザインデータ上でできるものになります。説明読むより、見た方が早いと思うんで、ちょっとね、やってみるんですけど、例えばですね、さっき作ったね、このようなボタン、これさっきとは違って、オートレイアウトで、組んでいます。ここにですね、オートレイアウトっていうものが表示されてると思うんですけど、この状態だとですね、例えばボタンのテキストをこう短くしたりとか、長くすることによって、こう、形がこうやって変わるんですよね。これやらないとどうなるかっていうと、当たり前ですけど、こう短くしてもね、もう絶対値でこうやって収まっちゃうというものになっていて、ざっくりともコードでボタンを組んだものに近い形に実現できるんですよね。なので、エンジニアさんにこう共有するときも、これを見てもらうことによって、どこに何の余白を作ればいいのかとかも結構わかりやすくなっているというものだったりとか、あとはですね、こう、例えばボタンをこう並べるときとかね、あると思うんですよ。ちょっとこんなに、緑3つ並べないと思うんですけど、例えばですね。で、これ間今35なんですけど、こうやってね、オルトを押すと見えるんですけど、こういうね、赤いものが。これもじゃあ例えばこうずれている。じゃあこれ全部じゃあ、20にしたいってなると、こうやって調整しなきゃいけないじゃないですか。こういうのも、これまとめてオートレイアウトっていう箱でね、オートレイアウトかけました。これやると、この間のこのね、ギャップっていうんですけど、これをね、もう指定できるんですよ。要は共通化できるんですね。こういう風に。ここで変えられるんですけど、でもここを12にするとこういう風に自動でなったりとか、24にできたりとか。これがオートレイアウトです。つまり Web で組むような仕組み化した、レイアウトを組むことができるっていうのが、オートレイアウトになってます。これちょっとね、最初難しいんですけど、結構もうこれ Figma の基本的な機能になっちゃってまして、だんだんですね、使いこなしていった方が効率も上がりますし、やっぱりエンジニアさんとのやり取りとか、自分でコード書けなくても、ある程度コードで書くことが担保できるレイアウトを組むことができますので、おすすめの機能になってます。はい。で、続きまして、プロトタイプ機能ですね。これは、静的なデータに対してクリックしたら、ここの画面に移動するとか、こういうものを出すとか、そういう状態を変化するものを定義できるというものになってます。例えば、こういうスマホの画面が2つあって、このカメラのものをタップすると、このカメラの詳細画面に行くみたいなね、ものを作りたいとするじゃないですか。そういう時にプロトタイプ機能っていうのを作りまして、ここでね、モードを切り替えてもらうと、プロトタイプを設定できるモードになって、で、ここで、じゃあこのブロックからタップするとこっちに行きたいってなった時に、こういう丸いのが出るんですよ。これをピーンってやってもらえると、こうやって、ここに移動しますよっていう、じゃあどういう風に移動しますかっていうのをクリックしたときに、次の画面に移動する画面はこれみたいな、これシングルなんとかみたいな。はい。で、アニメーションはムーブインみたいな感じでここで出るんですよね。これプレビューが確認できたりとか、アニメーションなしでもいいし、みたいな。はい。っていうのを設定していくことができるんですよね。Figma 上で。だからもうデザインを作ってもその場でどういう挙動をするかっていうのも設定することができると
で、これをさっきね、説明したプレビュー機能とかで、こう見てもらうと、こうやってこうタップするとヒュッてね、動くイメージを作ることができる。これがプロトタイプ機能になってます。はい。なので、自分が作ったデザインを実装前にそれに近い状態でチェックすることができるんですね。とても便利。はい。次、シェアの機能ですね。はい。これもね、ワンクリックでね、URL で自分のデザインデータとか、さっきのプロトタイプもシェアすることができる機能になってます。ここに共有っていうのがありまして、これをね、押していただくと、ここにね、リンクをコピーっていうのがあったりするので、これを押してもらえるとリンクをコピーしましたってなりますと。でこれもね、何でもいいの URL とかに貼っつけていただければ、シェアすることができる、そういう機能になってます。で、もうちょっと言うとこれを選択して、コピーをすると、開いた時にこの画面を中心に開いてくれたりするんですよね。なのでなんかこう膨大にね、なんかこういろいろなものがあると、いきなりこれ開いても、どこみたいなるじゃないですか。だからここのものに対してみたいなものを言いたくなった時は、これを選択した状態で共有っていうのを押してリンクをコピーしていただけると、そこを、開く形のリンクを作ることができて、それをシェアすることができます。でまたですね、プロトタイプの URL もここからコピーしていただくこともできますし、これもね、実はプロトタイプで今表示してるんですけども、プロトタイプを共有っていうのがプロトタイプの画面で出てきたりとかするので、はい、プロトタイプも個別のリンクでシェアすることもできます。はい、続きましてコメント機能ですね。これは先ほどちょっと紹介したので、はい、これで説明は十分かなと思います。こういう特徴的な機能もありますね。次、コンポーネントですね。はい。これもですね、UI をパーツ化してそれを使い回す。で、その大元を変更すれば全部に変更が行き渡るという機能があります。これもかなりね、強力なので、ちょっとお見せしていきたいと思うんですけども、例えばですね、ちょっと今からじゃあコンポーネントを作りますね。じゃあこれ普通のボタンがあったとしましょう。なんかじゃあ青色にしましょうか。ちょっと紫っぽいですけど。これをコンポーネント化します。いろいろね、やり方あるんですけど、右からね、こうやって押していただいてもいいですし、はい。これコンポーネント化すると紫色になります。で、これをコピーすると、今これが親なんですね。これが大元。で、これがコピー品みたいな。親と子、親子関係みたいな感じになってまして、この親を変更すると子供も変更されるっていう風に、ね、なるんですよ。はい、なので親だけ持って変更できるようにしておけば、いろんなところでね、このパーツって使い回したりするじゃないですか。ウェブサイトとか UI ってそういうことをやるんですけど、そういう時にもね、こう一元管理することができるわけなんですね。こういうふうにボタンとか、いろんな使い回すパーツっていうのを登録しておくことができる。これがコンポーネント機能になります。続きましてバリアントっていう機能もありまして、これコンポーネント機能の中にある、バリアントっていう機能なんですけども、コンポーネントの中にもある状態っていうのを付与できるっていうものになってます。はい、この右側にあるように、普通のテキストだけとアイコン付きのボタン、これをねちょっとやってみたいと思います。はい、こちらすでに作ってまして、バリアントの登録をするとですね、こういう枠の中に入るんですけど、選択して右側を見るとですね、このプロパティってやつにデフォルトとアイコンっていうのを設定してます。はい。でこれの状態でですね、これ親なんで、子供のものをですね、アイコン付きのものとデフォルトのテキストだけのものっていう状態を変更することが容易にできるんですよね。っていう風に、なんかボタンの中にもなんかいろんな種類がちょっとあるよって時とかに、同じものなんだけどその中にちょっと状態の変化がある。例えばなんかエラー状態の時とかっていうのも設定できますし、なんかそういうのを自由に自分で登録することができるっていうのがバリアントの機能になります。ちょっと難しいんですけど、一つのね、パーツの中にもいろんな状態があるっていうことが結構あるので、そのための機能になってます。で続きましてスタイルですね、こちらはねコンポーネントに似てるんだけど UI ではなくて、フォントのスタイルとかそういうものを定義しておける、機能になってます。例えばですね、このボタンに用いるテキストとかもスタイルとして登録することができまして、例えばこれね、タイポグラフィーのスタイル登録なんで、このタイポグラフィーの右側にですね、こういうなんか4つの丸が出るんですけど、これを押していただくとスタイルの適用みたいなものがありまして、はい。で、これもちょっと僕呼び出しているものがあるので、すでにいくつか登録されているものが、フォントの種類がね、あります。
タイトルは、ラージ、ミディアム、スモールみたいな感じで置いたりとか、ここのね、名前とか階層も自分で設定することができるんですけども、その設定した要はフォントのスタイルからポチッと押すだけで、その状態をこうやって呼び出すことができるんですね。ちょっとフォントが見つからないって言われましたけど、こんな感じで、ある程度そのサイトとか UI、ソフトウェアの中で使うフォントのこう強さとかっていうのを設定した方が一貫性のあるものになるんですよね。なので、こういう登録できる機能があって、それを使い回すことができる。そういうことができるっていうのも Figma の強みです。これがスタイル機能になります。はい。で、最後ですかね、バリアブル機能ですね。これもかなり新しめな機能なんですけど、スタイルにちょっと近い機能で、より小さい色の種類とか、サイズの数字とかを登録できるものになってます。これトークンとかって呼んだりするんですけど、ちょっと専門用語で、そういうのを登録して管理することができる機能になってますと。で、バリアブルはですね、何も選択してない時にね、この右側のプロパティのところのパネルにローカルバリアブルってやつが出てきて、これを押してもらうとバリアブル作成っていうのができますと。例えばこう色の登録ですね。なんかわかんないけど赤い色とか登録できて、こういろんな種類のものを登録できるんですよ。ちょっと薄い赤とかね。なんかちょっと名前適当につけますけど、だからレッドとかライトレッドとかわかんないですけど、つけられるわけなんですよ。こういうふうに管理して、これ登録しておくと、じゃあなんか、そうだな、こうボタンをこうね、色を塗るときとかのこのボタンのね、こう単発の色とかもこう登録した、さっきね、登録したのここに出てくるんですけど、この中から選ぶことがこうできるわけなんですよね。レッドとライトレッドみたいな感じで登録することができると。こういうのも使うことによって、全体で統一感のあるデザインを実現することができると。そういう機能があるのがバリアブルズですね。結構コンポーネントとかの違いは、その登録する単位がちょっと違うみたいな。でかさが違うみたいなもので、ざっくり覚えてもらえるといいかなと思ったりはしてますがね。はい。っていうようなですね、特徴的な機能があるので、結構コーディングを前提にしたデザインデータを作りやすかったりとか、デザイン自体もね、管理がしやすかったりとか、あとはコラボレーションやっぱしていくと、この人はこう言ってるけど、あの人はああ言ってるみたいな、ここのズレをやっぱり鳴らすためにも管理していく必要性があると思うんですけど、そういう機能が結構盛り込まれているっていうのが Figma のよく使っていくとめちゃくちゃ使う特徴的な機能です。初心者はね、ここまで使う必要性、オートレイアウトとかプロトタイプとかそういうのは使った方がいいんですけど、さっきのコンポーネントとかね、ちょっと難しいんですけれど、そういうのを使っていくとですね、だんだん再現性のあるデザインとか管理がしやすくなるっていうのがあります。はい。結構ね、ソフトウェアの現場では少なくともかなりもう使われているような機能たちになってきているし、そういう概念が使えるのが Figma の良さであると。はい。そういうものになってました。はい。それでは最後にですね、2024年から現れたですね、ちょっと特徴的なね、機能、主に AI 系の機能っていうのを紹介していきたいと思います。はい。ついにね、Figma にも AI の機能が出てるんですよ。ちょっとね、プランの関係がね、よくわからなかったんですけど、無料でおそらく使えないのかなと思うので、ちょっと僕が普段使ってるファイルを開いてます。ちょっと英語です。僕英語で使ってるので、ちょっと英語なんですけど、ちょっとね、見てもらいたいんですけど、まず、ファーストドラフトっていう機能が出てます。これUI を生成できる機能なんですね。ここにアクションの中にね、AI 系のね、ツールが並んでるんですけど、現在は。ファーストドラフトっていうのを置くと、こういうふうにね、何を作りますかみたいなもの聞かれるので、例えば、日本語でもこれ動くんですけど、じゃあ、メッセンジャーアップ、ピッチ、単語が違う。ごめんね。ピッチlike Facebook Messenger みたいな。英語苦手がバレてますね。はい。でやって、make it ってやると、くるくる回り始めて作ってくれるっていうものになってます。だからUI 生成と言っても過言ではないですね。はい、こんな感じで、よくありそうな UI とかだったら大体作ってくれるかなっていう感じの、今のところ現状ですかね。その一発ですごいものを詳しいところまで調整して作れるって感じでは正直ないですね。で、作った後にこういうふうにテイストとかも変えられるんですけど、ぶっちゃけそんないらないかなとは思ってますが、こういう機能もね、すでにあります。ここからね、バージョンアップしていって、だんだん使えるようになるかもしれない、そんな機能になってますね。
はい、これがね、ファーストドラフトっていうような機能でした。はい。で次、レイヤー名の自動入力ですね。これめっちゃ使います。はい。要するにこのね、左側のレイヤーの名前を自動で適したものに変えてくれるっていう機能なんですけど、例えばですね、このスライドとかって僕作ったやつなんですけど、別に全然名前とか何も設定してないんですよ。なんかそのまんまっていうか、要は管理できてないんですね。この状態なんですけど、このじゃあボックス、フレーム全体を選択した状態でまたアクションからですね、リネームレイヤーズってやつをやるとまたくるくる回って、ここのねちょっと左側こんな感じで、はい、変えてくれるわけなんですよね。適した階層とかから予測して、適した名前をつけてくれるみたいなんですけど、ちょっとごめんなさいね、ごちゃごちゃしちゃって。はい、こんな感じで、フィーチャーリスト、コンテナとかね、タイトルとか、フッターとか、こういうふうにつけてくれるっていうのを自動でやってくれるっていうのが、リネームレイヤーの機能ですね。基本的にこれ使っとけば、そんなになんかわからないものにはならないので、大変ありがたいですね。あんまりここ細かくやってもすぐ変わっちゃうし、別にエンジニアさんがここを見るわけでもそんなになかったりするので、はい、サクッと整理できるのはかなり神機能ですね。はい、こういうのも出てきました、最近。ただ画像の自動切り抜きとかもできます。例えばですね、さっきのスライドのこの画像もね、実は生成できるんですよ、Figma で。これ生成した画像をFigma で、Figma で切り取ってもらったんですけど、じゃあこれを Remove Background っていう機能がまたアクションの中にあるので、これをポチッと押すと、こういうなんかロードが走って、はい、こういう風に切り抜いてくれるというものになってます。もちろんね、若干ね、やっぱね、精度がいいとは言えない部分もあるんですけど、すんごい雑にやるんだったら、そんなに使うものにならなくはないかなっていう機能ですかね。僕も YouTube のサムネイルとか、僕が写った写真とかを雑にこれで、切り抜いて使ったりとかしてます。はい。あと最後ですね、デブモードっていうものが一応あるので紹介をしておきます。これ何かっていうと、開発者向けの特別なモードでしてね、コーディングするときに役立つ情報が、プロパティのところにいっぱい出てくるみたいな、そんな機能になってます。今のところ有料じゃないと使えません。例えばですね、これスライドなんで実装とかしないんですけど、デブモードをオンにするとですね、はい、右側のパネルがこんな感じでね、ちょっとテックな感じになります。はい、例えばレイアウトのね、選択しているこのね、もののサイズが出てきたりとか、あとスタイル、これね CSS なんですけど、コピペすることができます。コピーすることができたりとかですね。はい、例えばこの辺のね、フォントの詳細とかも、これ CSS ってやつなんですけど、コピー&ペーストできるようにパッと出てきたりとかするんですよ。っていうような機能が使えますと。で、プラグインとか使うと、このもう Figma のデータを読み取ってですね、HTML の構造を書き出してくれたりとか、そういうものもあります。ちょっと精度はね、そこまで高くないけど、使えなくはないかなっていうところですかね。はい、そういうデブモードっていうものも今は存在しております。はい。というふうにですね、Figma もですね、AI とか、よりエンジニアさんとのコミュニケーションをどんどん取れるようにやりやすくしていくっていうところに向けても、開発を進めているので、今後2025年、26年とか、特に AI 系は力を入れてくるんじゃないかなと思っているので、どんどんね、変わっていくのかなと、改善されているのかなと思っております。はい、以上がですね、Figma の超基本のもの全部紹介してみました。めちゃくちゃね、動画長いと思います。見てくださってありがとうございました。なんかね、わからないところとか知りたいところをね、この目次からバンバン飛んでいただいて、見てもらえるといいのかなと思ってます。はい、というわけでこの動画ね、良かったと思った方、Figma これから使ってみようかなと思った方いたら、高評価とかチャンネル登録ね、僕のチャンネルではデジタル系のね、デザインについてのことをやってますので、ぜひね、チェックしていただいて、チャンネル登録してもらえるとありがたいなと思ってます。で、僕ですね、Bono っていうサービスでですね、より UI デザインとか UI/UX デザイナーに転職したいという方向けの動画を公開してます。オンラインのね、コースになってますね。これを提供しているのが Bono っていうサービスがあります。もうね、バンバン転職者もやりきった人は出してますので、ぜひサイトの方にね、実は転職したいな、デザイナーになってみたいな、興味があるなって方は覗いてみてもらえるといいかなと思っております。はい、それではね、また次の動画でお会いできたらと思ってます。それでは。
動画を見てくださってありがとうございました。僕がやっている Bono というですね、UI と UX デザインのコミュニティというものがあります。そこではメンバー限定のコンテンツと、コミュニティの質問とかフィードバックっていうのをやっております。コンテンツでは僕がビジュアルを作る前からどうやったらユーザーさんに届けるのかっていうところからね、デザインをするっていうフローを全て公開する実践的なコンテンツをやっていたりとか、自分でお題を解いてそれをチャレンジできるような、身につけた知識を実践アウトプットできるようなコンテンツを用意しています。で、コミュニティの方では質問にキャリアだったりとか、自分の作ったもののフィードバックだったりとか、本当に何でもお答えするっていうものをやっております。概要欄からBonoについては、チェックできますので、UI デザインとか UX デザインに興味のある方はぜひね、チェックしてみてください。